も、声優の月城里奈です。本日はゲストに漫画家の伊藤ひずみ先生をお招きしております。先生よろしくお願いします。はい、どうも、伊藤ひずみです。よろしくお願いいたします。爽やか。ありがとうございます。すごい爽やかだなと思います。テニスとかやってらっしゃいました？お、本当ですか？テニスやってました。あ、本当ですか？嘘打ち合わせしてないよ。打ち合わせしてない。本当にしてない。なんか第一印象がそうテニス部っぽいなって思って。本当ですか？いや、めっちゃ笑いながら言われると、バカにされてる感じがする。全然してないですね。紹介していきたいと思います。伊藤ひずみ先生は、2014年に週刊ヤングマガジン月刊新人漫画賞、奨励賞を受賞されております。代表作は、のぞまこ、若葉レバーオン、ロックンリール、ザ・シェフリブートなどなど、近年は漫画、イラスト講師やウェブトゥーンの制作も手掛けられております。ということで、いろいろやられてるんですね。そうですね。まあなんかね、あんまり大きいヒット作がない分、いろんなことをやらせていただいて、食べさせていただいております、本当に。ないです。先生はもう後ほどお話しするんですけど、すごい方なんですよ、本当に。今日はいっぱい先生について聞いていきたいと思います。では早速今日の企画なんですけども、今回は漫画家を目指す方、興味がある方に向けて、どうやったらなれるのか、あと、なった後ってこう食べていくのも大変だったりするじゃないですか。なので、どうやって食べていくかなど、ちょっとそういうリアルなところのお話を聞きたいなと思っておりまして、お金のこととか、ちょっとこう、失敗したこととか、ちょっと軽い闇だとか、お話しいただけたらなと思います。わかりました。まあ、やばかったらカットしていただけると思うので、よろしくお願いします。それを信じて、はい。やってみたいと思います。お願いします。まず、デビューのきっかけからお伺いしたいんですけど。はい。最初はもう学校出るタイミングで、就職するかどうか悩んでる時に、やっぱなんかこう何やりたいかなって思った時に、やっぱ漫画好きだから出版社かなとか、漫画好きだから印刷業界かなみたいな感じで、なんだかんだ言ってこう漫画に関連付けて考えてることに気づいて、だったら一回漫画家挑戦しといた方がいいんじゃないのって思って、就職活動をせずに、ちょっとね、就職活動したくなかったからそうなったのか、夢を追いかけたのか、ちょっと今だったらわかんないんですけど。じゃあ、イラストを描き始めたのは、でも、やっぱ落書きみたいなのがやっぱ小学校の頃からずっとしてたので。なるほど。じゃあ、絵はもう好きでやってたってことですか？そうですね。といってもクラスの中では一番絵が上手いやつみたいなポジションではあったんですけど。みんなに描いてって言われるやつですよね。なので、どっかでやっぱちょっと漫画家になりたいなみたいなイメージはすごくあったので、一回それを機に挑戦してみようと思ったんですけど、やっぱ卒業してフリーターみたいなことを始めると、やっぱ生きるのに精一杯になってきちゃって。なかなか不安定ですもんね。そうなんですよね。だから漫画家志望なんだよね、みたいなことを言いつつも、なかなかその活動がうまくいかないというか、そもそもやっぱり漫画家になるときには僕の時代だと出版社に持ち込むっていうのが普通だったんですけど、その持っていく作品をなかなか作れない状態でうだうだしてるときに、バイトの友達から、だったら一緒に同人誌やらないっていうふうに声かけてもらって、で、たまたまそれで友達と一緒に同人誌を出したら、その時の即売会で、たまたま会場を回ってた担当編集さんに声かけていただいて、で、それでいきなり話させてみたいな感じで、編集部に行ったら、じゃあ連載あげるからって言われて、そこからデビューが決まるっていう。すごい、もう運命のじゃあ即売会だったんですね。そうなんですよね。その出版社の方もちょっとね、どうかしてるかなと思うんですけど。でも、運ってそういうところで回ってきますよね。それで運よくデビューさせていただいてっていう感じですね。その時の同人誌はどんな内容を書かれてたんですか？その時も、その即売会がパチンコネタで漫画を描くみたいな即売会で、自分もパチンコやってたんで、で、そしたらそのパチンコ漫画雑誌っていうのが結構当時はすごくたくさんあって、その一人の方に声かけていただいて。そうなんですね。パチンコの漫画って月城正直あんまり読んだことないんですけど、どういった内容なんですか？実は僕もデビューするまで全く読んだことなくて。そうなんです。やったことはあるけど、みたいな。やったことはあるけど、そうなんですよね。で、その時、お話いただいたんで、やっと漫画でデビューできるぞって思って、で、普段は少年漫画とかを描こうと思ってたんで、素直になんか、最近流行ってるようなじゃないですけど、普通に漫画を描いたんですよね。主人公がいて。
で、その時は女の子2人が、なんかこう、わちゃわちゃしてる。日常系とかが結構流行ってる時だったんで、なるほど、なるほど。女の子2人がわちゃわちゃする漫画を描いたんですけど、まあ、当時のパチンコ漫画って結構こうエッセイ漫画が多かったんですよね。なるほど。実体験を元にそうですね。自分で打ちに行って、で、まあ、それで、勝った、負けたとか、この台面白かったよね、みたいな漫画が多かったんですけど、てるだろうみたいな。それね、言っちゃいけない話。お願いします。これ言っちゃうと一気にもうね、現場通らなくなっちゃうんですよ。私、パチンコやったことなくて、知識が竜が如くなんですよ。違法のやつしか知らなくてごめんなさい。そうですね。そこはなかなかね、業界触れづらいところ。そうなんだ。さすがですね、ぶっこんできますね。何も知らなかったおかげで、まあ、いわゆるなんか普通のストーリー漫画みたいなものを提案したら、なかなか珍しいもの書いてくるねって、いいよいいよみたいな感じでデビューさせていただいたみたいな感じですね。じゃあそのパチンコ漫画で連載が決まって、まあ順風満帆とはいかなかったと思うんですけど、苦労されたこととかってありますか？そうですね。でもやっぱり全くそれこそ投稿作を一本も書いたことないような漫画家っていうか漫画描きがいきなり、まあその時は月8ページだけだったんですけど、それでも毎月8ページ書いていくっていうのがやっぱりもうすごく大変で、やっぱりこう、8ページにもうほんと1ヶ月かけてましたし、普通だったらね、32ページとか書くのが一般的なんですけど。連載っていうとなんかそういうイメージですよね。でもまあ、しかもやっぱちょっと調子乗ってたんで。ちなみに、おいくつの頃だったんですか？俺が25とか、そのぐらいの時です。なるほど、なるほど。イケイケな頃ですね、一番。そうですね。まあまだちょっととんがってたんで。とんがってたんだ。その時の本当当時の先生方には悪いんですけど、雑誌見た瞬間、こんなレベルなんまずは。こんなレベル、それは俺声かかるよね、ぐらいの。俺の方がうまいみたいな。友達救ってやるかぐらいのつもりで。俺が支えるみたいな。これは、よかったね、俺に声かけてぐらいで始めたんですけど、いざ一作目書いて、雑誌に載ってみたら、間違いなく自分が一番下手だったんですよね。でそこで、やっぱこう、漫画家志望とかやってると、いや、アニメダメだよねとか、今回の新連載つまんないよねとかいうことを言っちゃいがちだったんですけど、全然自分の実力分かってないで、そんなこと言っちゃダメなんだなっていうのを、まず一作書いただけで気づかされて、雑誌になると、すごく客観的に見れるようになるんですよね。しかも書いてから1ヶ月後とかに発売されるんで。確かに、そっか。その時の実力が1ヶ月後に反映されるわけだから。そうですよね。そうなんですよね。なおさら、いろんな作家さんの作品が並んでるから、比べちゃったりしますもんね。なるほど。じゃあそこからもっとこう、上手くなってやるぞみたいな。そうですね。そこからは結構頑張って書かないと。で、まあやっぱりそのパチンコ漫画もやりながら、いわゆる一般誌って言われるような普通の漫画もやっぱり書きたいなって気持ちはあったんで、まあそこも目指しながらやっていくためにはなんかやっぱもっと上手くならないとダメなんだろうと思ったんで、まあ裏でもいろいろやりながら進めていきましたね。そのパチンコ漫画の方も。先生のお金を稼ぐということに対しての考え方をちょっと聞きたいなと思ってて、漫画家さんってもちろん作品を作るのが好きでやってるんだけど、でもやっぱ稼がないと生きていけないっていうところもあると思うんですよ。でもそれもやっぱり結構時代によってだいぶ変わってきた部分でもあって、で、パチンコ漫画とかの方はですね、結構、まあ順風満帆とは言わないんですけど、別に連載も途切れることもなく、まあ、一個やりながらまた新しい仕事も来て、でそもそもちょっとパチンコ漫画ってページ数が少ない場合が多いんですね。10ページ、12ページぐらいの漫画、連載がすごく多いので、逆にページを集めないと、まっとうな生活ができない。その代わし単行本があまり出ないんですよね。確かにあんまり聞いたことないですね。単行本が出たとしても、まあそんなにたくさん吐けるわけではないので、もう本当に、パチンコ漫画っていうくくりで言ったらもう本当ページを集めてくる。何ページ書くかっていう商売。そっか。1ページあたりいくらって決まってるから、いっぱい書けば稼げるってこと。稼げる。その代わし、そのヒット作が出れば印税でガッポガッポだから、その枚数少なくても生きてられるよねっていう世界観ではちょっとないんですよね。でもその代わり枚数さえ集めちゃえば、
それなりに、しかも連載がたくさんあるので、1個なくなったとしても、10ページ分なくなってもまだたくさん残ってるっていう状態ができる。他にもあるから。そうなんですよね。なので、まあ、そういう意味では、その、一発逆転みたいなのはないけど、そのページ数で勝負していけば生活できるっていう、多分一般的な漫画家の人とはちょっと勝負の仕方が変わってくる業界ではあったんですよね。とにかく書く。とにかく書くみたいな。でも逆に、やっぱりそういう状態で安定さえしてしまえば、もしかしたらまあ、やっぱりパチンコ漫画業界って漫画業界の中ではちょっとニッチな世界だとは思うんですけど、まあでもそういうところでも、例えばちょっと大手の出版社さんの有名雑誌で、1年間書いて、連載が終わっちゃって、またその厳しい連載会議とかを通すために3年かかって、また1年だけで終わっちゃって、みたいな感じでやってる方々よりかは、逆に安定するっていう。なるほど。ちょっと、一時期ちょっとページ集めすぎちゃいました。そうなんですか。本当嬉しいことなんですけど、なんかちょっと、たくさん書きすぎてしまって、ちょっともう。ページ集めすぎるというと、どれぐらい集めて、どのぐらい大変だったんですか？まあ、連載で言うと当時、7本いただいてる時があって、聞いたことないです、そんなの。で、まあ、そうね、本数だけではちょっと手塚治虫並みだなと思ってたんですけど、ただまあ、さっきも言ったんですけど、パチンコ漫画ってページ数がそんな多くないんで、でもまあ、ページ数でも多分、マックスだったら120ページ、130ページ。120ページぐらいは書いてた時期があって、まあ、それ、どのくらいなんだろうな。まあ、週刊連載がだいたい20ページぐらいなんで、20×4 で80なんで、まあ、週刊連載2本ぐらいな、原稿の分量だけで言ったら、よく生きてましたね、その時。体とか壊されませんでしたか？ちょっと、一回なんか入院とかした時もあったんで、で、まあ、それで思ったのは、やっぱり、こう、何でも受ければいいってもんではないなっていうのは。受けまくればいいっていうもんでもない。そうなんですよね。でもやっぱなんかこう、どっちかというとサボっちゃう方なんで、詰め込むと意外とやれちゃうなっていう感覚があったんですよね。何にもないと遊んじゃうし、仕事があれば一生懸命やるし、と思ったら、さすがに入れすぎましたね。なんでまあちょっとね、それからはバランスは考えるようにはなりましたね。なんかこう、何でもはいやりますっていう風なのを心情にして生きてたんですけど、やっぱりなんか何でもチャンスになるんで、そこでいい仕事ができたら、どんどん新しい仕事が転がってくるから、とりあえずやるって言われたら、やれるかわかんなくても、はい、やりますっていうのが心情だったんですけど、ちょっと最近は、やっぱりね、40過ぎたっていうのもあって、ちょっと 90% ぐらいやりたいものだけを受けていこうかなっていう風に、やっぱりなんかちょっとこれはあんまりだなっていうものは、やっぱりそこはちょっとお断りさせていただいて、もっとやりたいものが降ってきた時のためにこう、スペースを空けておくみたいなことはちょっと最近はすごく意識してますね。大事ですね。でも気持ちと体のバランスを考えて、本当にやりたいものは絶対マストでやるし、他にもちょいちょいやるしみたいな生き方は確かにいいかもしれませんね。そうですね。漫画家を目指されてる方って、いわゆるもう大手の出版社、大手の雑誌に出たい、それが目標だって方が結構多いと思うんですけど、そうではなくって、先生の場合だとパチンコ漫画とかそういう、ちょっとそういう別のジャンルもあるんだなっていうのを月城勉強させていただきました。そうですね。やっぱりなんかどうしても、やっぱ皆さん憧れてるから、なんか、ジャンプだ、マガジンだ、サンデーだで連載して、ですよね。アニメ化っていう道ももちろんあるんですけど、でもやっぱそれってすごく一部の人間の方しか多分できないことではあるんですけど、まあもちろんそれも目指すのはすごく素敵なことだし、目指していけばいいと思うんですけど、まあそもそもそれじゃあ自分の能力今それあるのってなった時に、その能力がつくまでじゃあ仕事しないのってなっちゃうと、やっぱりちょっと苦しいというか、むしろなんかどこかで仕事しながらやっぱり勉強した方がそっちにも近づいていける場合も多いと思うんですよね。その道だけじゃなくて見渡せば漫画家を求めてる業界ってすごくたくさんあって、そういうところに意外とこう目を向けるとですね、お仕事をしながら漫画で絵を描きながら、そうやって時間を過ごすことっていうのもできると思うので、まあもちろんそっちで会う人もいると思うんですよね。そういうなんか大きいところでやるよりも、
で、僕の場合もなんですけど、割となんかこう、パチンコ漫画ってさっき言ったように、はいそのストーリー漫画が珍しい業界だったので、逆に僕はなんかその中でストーリー漫画を描けるっていうのが、結構なんかこう、ハマったんですよね。でも、かといって、自分のストーリー漫画のレベルだと、いわゆるその今人気の漫画家さんたちに描けるほどのストーリー漫画の実力はないと思うんですよね。はいはいはい。正直。でも、その能力もこの業界だったらお金になる。求めてくださる方がいるっていう風に、なんかやっぱその自分の実力がどのくらいで、この能力はどこに持っていけばその需要があるのかっていう視点で立ち回っていくっていうのもすごい大事なことだと思うんですよね。なるほど。自分のできるレベルを自分で把握した上で、じゃあここだったらハマるかなとか、でもここちょっとだってこっちにしようかなみたいな道はいっぱいあるよっていうことですね。まあ適正に合わせて、漫画といえばジャンプだ、ジャンプで連載だっていうだけじゃなくて、やっぱりなんかこう自分の実力とか才能とかにも合わせて、今お金になることっていうのを目線を持つのも大事だと思うんですよね。もちろんそれをやりながらジャンプを目指すのも全然構わないとは思うんですけれども、でもそういうふうにすればもう結構早い段階で漫画家になれちゃう人っていっぱいいらっしゃると思うんですよね。やっぱずっと漫画家志望ですって名乗らなくていい状態になることって割と早い段階で。なるほどなるほど。で、しかもやっぱりこう皆さんと話してても一回こう漫画家ですって名乗れるのと、漫画家志望ですって名乗るのだと結構やっぱり周りの見る目も違ったりするので。確かに違います。漫画家ですって言うと、作品を持ってらっしゃってって、漫画家志望ですって、頑張ってるんだなみたいななりますね。確かに。で、まあやっぱその漫画家ですって名乗ることによってまた新しく漫画家なんだったらなんかこれ書いてよっていう話が来たりとかもするので、まあその確かにその王道のすごい大きい出版社さんを狙っていくっていうのももちろんやるべきなのかもしれないんですけど、今の実力でお金に変えていくっていう視点もすごく大事だと思います、ね。なるほど、ありがとうございます。最後にこの動画を見てる方とか、あと漫画家を目指してるよっていう方に一言お願いします。やっぱり何かしら絶対に行動をしていっていただきたいっていうふうに思いますね。僕もきっかけが書けない漫画家志望から友達の同人誌に誘われたことで、転がってきましたし、まあ、あとはなんか変な話ですけど、ちょっと意識的に飲み会とかに顔出すようにとかもしてるんですね。まあ、どっちかというと引っ込み思案なんですけど、なんかある先輩にやっぱり飲みとか行って横のつながり作った方がいいよって言われて、やっぱりなんかそういうのに積極的に参加するようになったら、まあいろんな刺激も受けるし、やっぱり横のつながりができてお仕事も来るしで、やっぱりなんかいろんなことがうまく転がったりもしたので、まあやっぱりじっとしてるんじゃなくて、自分が動いたら、動いた分だけ何か結果が返ってくると思うんで、まああんまりデブ賞とか引っ込み試合にならずに、まあパッと思いついていった方がいいのかなと思ったら行ってみるとか、とりあえずなんか行動していくっていうのがすごい大事なのかなって思いますね。なるほど。ありがとうございます。月城もインドアなので刺さりました。では、伊藤先生から告知などありましたらお願いします。そうですね。ちょっとしばらく遊んでたんで、あまり告知するようなことはないんですけど、若葉レバーオンロックンリールなどは、電子書籍出ておりますので、ぜひぜひチェックしていただけたらなと思います。あとは、ザ・CF リブートに関しても、ピッコマで読めますのでお願いします。あと、新連載準備中で、まだちょっと告知はできない段階なんですけれども、多分年内には発表できるような状態だと思いますので、もし見かけたらチェックしてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊藤先生、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。